今日はフルーツ牛乳寒天を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフルーツ牛乳寒天を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、フルーツを丸ごと入れたフルーツ牛乳寒天を作っていきたいと思います。見た目も可愛くて作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに牛乳寒天の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、お砂糖、粉寒天、お水、バニラエッセンス。今回はこちらの材料を使って牛乳寒天を作っていきます。まず甘さなんですが、お砂糖でつけていきます。こちらはグラニュー糖またはお好みの糖類を使っていただいて OK です。そして今回香り付けにバニラエッセンスを加えていきます。こちらはお好みなので、もしない場合は入れなくても OK です。バニラの香りをつけたい場合はぜひ入れてみてください。それでは続いてフルーツの材料をご紹介します。材料はこちらです。みかん、キウイ、いちご。今回はこちらの3種類の寒天を作っていきます。みかんはみかん、キウイはキウイ、いちごはいちごで作っていきます。フルーツに関しましてはお好みのものを入れてみてください。そして今回はね、こちらの容器を使って作っていきます。こちら100円ショップのダイソーさんで購入したんですが、キャップもついててシェーカーになってるものになります。こんな感じです。ここにメモリが 400ml までついてるんですけど、満タンまで入れるとだいたい 500ml ぐらいですね。そのぐらいになるかなと思います。こちらの容器に関しましては目安にしてみてください。もしない場合はね、細長いコップなどでもいいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね、早速作っていきます。まずはじめにフルーツの準備をしていきます。一番はじめにみかんですね。こちらまず皮を剥いてください。みかんの皮を剥く時なんですが、このヘタの部分から剥いていただくとみかんの筋が取れやすくなります。では剥いていきます。形を崩さないように剥いてください。こんな感じです。あとはね、残った筋の気になるところだけ取ってください。はい、OK です。このように皮を剥いてください。みかんはですね、今回3つ使っていくので、あと2つも同じように形を崩さないように皮を剥きましょう。はい、このように皮を剥きました。そうしましたら割り箸を用意してください。そしてこの割り箸にみかんを3つ刺していきます。はい、OK です。このように3つね、並べて刺してください。そうしましたらこちらはバットに置いて、みかんは表面が乾燥しやすいので、このようにラップをかけて使うまで置いといてください。みかんの準備はこれで OK です。それでは続いてキウイです。こちらはね、まずね、ヘタを切り落としてください。反対側も同じようにヘタを切り落とします。あとはですね、縦に皮を剥いていきます。手を怪我しないようにね、注意してください。はい、キウイはこれで OK です。こちらですね、皮を剥くとちょっと水分が出てくるので、その水分は軽くキッチンペーパーで拭き取っておきます。キウイもですね、こちらこのまま丸ごと使っていきます。そうしましたら続いてこちらのキウイは竹串に刺していきます。竹串はね、今回18センチの竹串を使います。これをですね、真ん中に刺してください。よいしょ。はい、キウイはこのように竹串に刺しておいてください。それでは続いていちごです。いちごはね、今回2粒使っていきます。こちらはいちごの大きさに合わせて準備してみてください。いちごはヘタを切り落とします。はい、このようにヘタを切り落としてください。そしたらですね、いちごも同じように竹串に刺していきます。いちごはこの頭を下にして刺していきます。はい、こんな感じです。このように刺してください。フルーツの準備はこれで OK です。それでは続いて牛乳寒天を作っていきます。まずですね、お鍋に粉寒天、そしてお水を加えます。お水を加えたらまだ火にかけない状態で一度ね、きちんと混ぜてください。粉寒天がね、ダマにならないように注意しましょう。はい、OK です。このようにきちんと混ざったら火にかけます。火加減は中火です。一度混ぜながら沸騰させてください。
はい、このようにね全体がくつくつ沸騰しました。そしたら火加減を弱火にしてください。そしてこのまま2分間しっかりと火入れしていきます。この火入れが足りないときちんと固まらないので、必ずね沸騰してからもしっかりと加熱するようにしてください。加熱してる最中は必ず混ぜながらね加熱してください。はい、今ね2分間しっかりと加熱しました。そしたらですね、この中にお砂糖を加えてください。そしてこちらも混ぜながら火にかけていきます。そしてお砂糖をきちんと溶かしてください。お砂糖を入れた後もねだいたい1分間くらいですね、しっかりめに火入れしましょう。その際もこのようにしっかり混ぜながら火入れしてください。はい、 OK です。今ね1分間しっかりと火入れしました。そうしましたら一度火を止めます。そして続いてこちら牛乳を加えていきます。こちらの牛乳なんですが、冷蔵庫からすぐ出した状態の冷たい牛乳だとここに入れた時に寒天が固まってしまいます。なので必ず牛乳は常温に戻すか、もしくは電子レンジで1分半ほど軽く温めて常温の状態に戻してから加えるようにしてください。ではね、まずこちらを1/3ほど加えます。そして火にかけない状態で一度きちんと混ぜてください。このようにしっかり馴染んだら火にかけます。火加減弱めの中火ぐらいです。一度このまま30秒ほど加熱してください。30秒ほど加熱したらまた1/3ほど牛乳を加えます。だいたい3回ぐらいに分けて加えるようにしてください。そしてよく混ぜましょう。はい、そしてまた30秒ほど経ったら残りの牛乳をすべて加えます。そして混ぜましょう。あとはですね、このまま鍋肌が少しふつふつするぐらいですね、そのぐらいまで温めていきます。その時もこのように混ぜながら加熱してください。この時ね、できるだけ泡立てないように混ぜるようにしてください。あとですね、ここで沸騰させないようにだけ注意してください。沸騰してしまうと膜が張ったり、あとは牛乳の風味が壊れてしまいます。はい、 OK です。このぐらいですね。ちょっと鍋肌がふつふつする直前ぐらいでいいかな。このぐらいになったら火を止めてください。そしたらですね、こちらの寒天を一度こしていきます。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。それではね、こし器とあとはボウルを用意してください。できるだけ網目の細かいものを使用しましょう。ではこしていきます。寒天に関しましては常温でも固まってくるので、ここからの作業は手早く行ってください。このようにね、ちょっと寒天の塊ができてしまう時があるので、一度こしていただくとこういったものを取り除くことができます。そうしましたらここにバニラエッセンスを加えます。バニラエッセンスは必ず加熱後に加えてください。そして混ぜましょう。牛乳寒天の準備はこれで OK です。それではね、こちら容器を用意してください。まずね、みかんですね。こちらを容器の中に入れます。そしてみかんがね、中心になるように置きましょう。このように入れてください。そしたらお玉などを使ってこの中に牛乳寒天を入れていきます。この時ね、ちょっとみかんが中心になるように支えながら入れるようにしましょう。はい、入れました。この時にちょっとみかんが浮いてくる時は竹串などでみかんをね一度押さえつけて刺します。そうするとみかんが浮いてこなくなると思います。そしたらですね、このように斜めになったりしてしまうので、このまま押さえつけた状態で表面にラップをして、そしてラップをピーンと貼ってください。そしてこのように割り箸を固定してください。このようにピンと貼っていただくときちんとね固定することができます。こちらはこのまま一度常温でしっかりと冷まして、その後冷蔵庫で2時間冷やし固めます。それでは続いてキウイです。こちらも同じように容器に入れます。そしてこちらもですね、竹串を押さえながら寒天を入れます。キウイが埋まるぐらいまで入れましょう。こちらのキウイはこのように浮いてこないので、このまま固めていただいて OK です。もし浮いてくるときはまた同じようにこのようにラップをピーンと貼って、そして竹串を固定してみてください。ではね、こちらも同じようにこのまま常温で冷まして、その後冷蔵庫で2時間冷やし固めます。それでは最後いちごです。いちごも同じように入れます。そしてこちらも竹串を押さえながら寒天を流し入れていきます。
はい、OK です。ちょっとね、いちごは頭が出てしまったんですが、このままね、固めたいと思います。いちごも浮いてこないので、こちらもこのまま固めたいと思います。はい、全部冷やし固まりました。こんな感じでしっかりと冷やし固まってます。それではね、取り出したいと思います。でちょっとね、こうやって手でギュッとね、ちょっと肩を押さえます。こんな感じで。そうするとね、少しね、空気が入って寒天がくるくる回ってきます。そしたら取り出してみてください。でゆっくりとね、このように寒天が出てきます。はい、そしたら割り箸はね、取り外しましょう。はい、このような仕上がりになってます。ではね、切っていきたいと思います。厚みはお好みで OK です。はい、みかんはこんな感じです。それでは続いてキウイです。こちらも同じようにちょっとね、肩を歪ませて、そして下にして取ります。ちょっとね、なかなか降りてこない時はこういった細いナイフを入れて少しね、空気を入れてみてください。空気が入ると取れやすくなります。それでは続いてキウイを切っていきます。では切ります。キウイはね、ちょっと傾きましたね。ではこちらもどんどん切っていきます。はい、キウイはこんな感じです。ちょっとね、こちらは傾いてしまいましたね。中心に行かないとこのようにずれてしまうので、できるだけね、中心に置くようにやってみてください。それではね、最後いちごです。こちらも竹串を取ります。ではこちらも切っていきます。いちごはこんな感じですね。ではどんどん切っていきます。はい、いちごはね、こんな感じです。いちごはね、きちんと真ん中に来て綺麗に仕上がってます。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでフルーツ牛乳寒天の完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがみかん、そして真ん中がいちご、そしてこちらがキウイです。このように見た目も可愛く美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずみかんからいただきたいと思います。いただきます。美味しい。もうフルーツがすごくジューシーです。そしてこの牛乳寒天の甘さもちょうどいいですね。では続いていちごもいただきます。いちごはすごくミルキーな味わいです。では最後にキウイもいただきます。キウイの酸味のバランスがすごくいいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフルーツ牛乳寒天のポイントです。まず今回のね、フルーツなんですが、みかん、いちご、キウイ、この3種類使いました。こちらのフルーツに関しましては、お好みのものを入れてみてください。そしてさらにですね、こちらのフルーツを今回は丸ごと入れてます。切ると断面も綺麗で見た目も可愛いので、ぜひ丸ごと入れて作ってみてください。もしね、ちょっと丸ごとやるのかなっていう時は、細かく切っていただいても OK です。そしてフルーツなんですが、竹串か割り箸に刺してください。そして牛乳寒天を作る時のポイントです。まず粉寒天を溶かす時なんですが、まずはじめに火にかけない状態でお水でしっかりと溶かしてください。その後ですね、火にかけて沸騰させて、沸騰したら弱火で2分間しっかりと火入れしてください。この火入れがきちんとできてないと寒天が固まらない時がありますので、必ず火入れはしっかりとするようにしてください。そしてその後お砂糖を加えて牛乳を加えるんですが、牛乳は冷たい状態で加えてしまうと寒天のダマができてしまう時がありますので、必ず常温に戻すか、もしくは電子レンジで人肌程度ぐらいまで軽く温めて加えるようにしてください。その後容器の中に入れて固めるんですが、今回私はですね、100円ショップのダイソーに売っているシェーカーを使って固めました。こちらは丸いコップだったりとか、あとはね、ペットボトルの上を切って、そしてそちらを型として使っていただいてもいいかなと思います。あるもので作ってみてください。そして牛乳寒天を流し入れる時なんですが、割り箸の部分を押さえてフルーツが中心になるように押さえながら寒天を流し入れてください。今回みかんといちごは真ん中になったんですが、キウイがねちょっと端っこに寄ってしまったので、中心がずれると切った時も崩れやすいので、できるだけね中心になるようにやってみてください。そしてみかんがね少し浮いてくる時がありますので、浮いてくる時はもう1箇所ぐらい竹串で刺して押さえて、そして中心がずれそうな時はピタッとラップをかぶせていただくときちんと止まります。もし浮いてしまう時はぜひこちらの方法でやってみてください。あとはですね、常温でしっかりと冷まして、その後冷蔵庫で20
時間ほどしっかり冷やして召し上がってください。そして取る時なんですが、容器と寒天の間に少し空気を入れていただくと取れやすいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフルーツ牛乳寒天を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。